皆さんこんにちは、のばなです。朝は毎日大忙し。でも息子は3年生になってから7時45分に歯を磨く、7時55分までには家を出るというルーティーンができたみたいで、だいぶ楽になりました。あんなに手がかかっていたのに、どんどん体も大きくなって一人で何でもできるようになってきて、なんだかしんみりしてしまいます。こちらのお嬢さんはまだまだ手がかかります。娘は幼稚園の年長さん。幼稚園での最後の1年を存分に楽しんでほしいです。皆さんも朝は大忙しですよね。でも忙しいとはいえど、私はまだまだ恵まれている方だと思います。女で一人で育ててくれた母を思うと本当に感謝の気持ちしかありません。食洗機の片付けが一番面倒な家事だと思うのですが、食洗機があることに感謝しないといけないですよね。基本的に月曜日から木曜日の15時までは YouTube の撮影と編集で自分の時間はほとんどありません。でも今日は久しぶりに隣の村に住む日本人女性とカフェに行く予定です。楽しみがあると家事も頑張れます。掃除の後は買い出しです。今日はアルディというスーパーにやってきました。玉ねぎが2キロで 1.99 ユーロ。安いですね。娘の大好きな柿も買っておきます。アルディのこのプチデザートが美味しいので一つ買っていこうと思います。このチーズケーキ、アルコールが入っているので気をつけてください。いつもリードルでお魚を買うのですが、アルディでも美味しいサーモンが買えます。今日はこの大西洋ダラも買っていきたいと思います。ミンチはビオのものでもそんなに高くないので、ビオのミンチを選びます。シュメルツケーゼ、直訳すると溶けるチーズなのですが、これも買っていきます。今日は後でチーズとネギのスープを作るので、そのためにこのクリームフレッシュも買います。ミルカのサンタさんチョコレートにチョコレート
そしてドイツのクリスマスといえばクッキー。クリスマスシーズンになるとクッキーを焼くドイツ人たち。私たちも今度クリスマスクッキーを焼こうと思います。このビール、瓶でしか見たことがないのですが、缶バージョンを見つけました。お土産にすると喜ばれそうですよね。最後にパン屋さんに寄ります。パン屋さんで買ったものはこれ、全粒粉のライ麦パンです。このサイズで 4.95 ユーロ、約800円でした。真っ白なパンも美味しいですが、ライ麦パンも本当に美味しいです。さて、お友達とカフェに行くまでにチーズとネギのスープを作りたいと思います。寒くなると食べたくなるスープ、ケーゼラオホズッペ、チーズとネギのスープが私は大好きです。スープのお供にはこの全粒粉のバケットを出そうと思います。今回もドイツ人 YouTuber さんの動画を見ながら作りますが、ポロネギはこうやって洗うんだよと言っていたので真似してみます。きれいに洗った後は適当に切っていきます。ミンチを買うとだいたいこの紙がひっついています。たまに取るのを忘れて合わせます。日本で冬に食べるものといえばお鍋料理ですよね。私も水炊きが大好きでした。ドイツで土鍋が割れてからは全くお鍋料理をしていません。土鍋はないですが、近々水炊きをしたいと思います。無印のボウル、目盛りが書いてあるのでめっちゃ便利です。今日はマギーのブイヨンを入れようと思います。500ml につき1つ入れると書いてありますが、味が濃くなってしまうかもしれないので、1つだけ入れようと思います。先日動画で紹介したケールとソーセージの煮込みも個人的に大好きなドイツ料理なのですが、今日作るチーズとネギのスープも好きなドイツ料理の一つです。チーズがどっさり入るのでカロリーはかなり高いと思うのですが、コクがあって美味しいんですよね。これからドイツに来る予定のある人にぜひおすすめしたいスープです。レシピにはこのクリームフレッシュをカップ2杯分と書いてありましたが、私はカップ1杯分にしたいと思います。
スープの準備ができたので、お友達とカフェに出かけたいと思います。お友達の車に乗せてもらってラオシュのカフェに到着しました。今日は以前から買ってみたかったホットチョコレートを買って帰ろうと思います。なかなかカフェでゆっくりする時間がないので、今日は贅沢にチョコレートも注文してゆっくりとコーヒーをいただきたいと思います。ドイツの田舎に住んでいるにもかかわらず、車で5分のところに日本人女性が住んでいるなんて本当に恵まれています。もうどんだけおしゃれなカフェに来てもやらかしてしまう自分に呆れてます。コーヒーの後はドイツといえばのハーブティーを注文しました。バレンタインに向けてまたチョコレートセットを考えているので、2種類のチョコレートを買ってきました。アルコールなしのプラリネチョコレート、そしてラズベリー入りの板チョコ、それからずっと買ってみたかったホットチョコレート、おまけのチョコレートが入っていました。寒くなるとココアが飲みたくなるんですよね。この香りがたまりません。ココアとホットチョコレートは同じものだと思っていましたが、違うものなんですね。ココアのような粉を想像していたので、開けてびっくりです。これを溶かして飲むなんて贅沢。飲むのが楽しみです。お昼ご飯を食べていないのでお腹が空きました。全粒粉のライ麦パンを食べようと思います。このドイツパンのしっとりさが好きです。シンプルにチーズをのせていただきます。このナイフについてよくご質問いただくのですが、これはスイスのビクトリノックスのナイフです。好きすぎてうちに同じナイフが8本もあります。ココア好きの娘と一緒にホットチョコレートを飲んでみたいと思います。絶対に美味しいやつ。絶対に美味しいと思う。今、気をつけてね。よいしょ。待って、スープが。スープ入れちゃう。よいしょ。美味しそう。今混ぜる。どうですか？いつものココアがいい。これはそこまで甘くないですね。
さて、全粒粉のバケットを焼いていきます。アマニの種などがいっぱいひっついています。皆さんいつもただのドイツ在住大阪人主婦の日常ブログにお付き合いいただき本当にありがとうございます。来年の春、普段私の YouTube やインスタ、ボイシーを応援してくださっている方々と出会えるのを楽しみにしています。たくさんの人とお会いするといろんな話が聞けるので、私はオフ会で毎回皆さんからたくさんのパワーをいただいています。私のことを妹のように思って応援してくださる方もいたりと、いつも感動しています。こんな私ではありますが、これからもドイツでの日常風景をお届けしていきますので、応援していただけると嬉しいです。それでは今日も最後まで見てくださってありがとうございました。